今日は不等式を図形的解釈で証明していきたいと思います。早速いきましょう。まずは面積比較による視覚化です。B 点を A プラス B とする正方形の中に A×B の長方形が4つ入ることから大小関係が見て取れます。これを整理すれば相加相乗平均の不等式になります。統合成立はちょうど真ん中の隙間が埋まるとき、すなわち A=B の時であることがわかります。次に長さ比較による視覚化です。半径が相加平均の円を考えます。この円に対して画面のように弦を取ると、その長さが相乗平均になります。弦の長さは必ず半径の長さ以下になるので不等式が導けます。さらに青線の長さは2乗平均平方根、赤線の長さは調和平均となり、このような不等式も得られます。コーシー・シュワルツの不等式も幾何的に示すことができます。このような相似な三角形を2つ並べた図形を考えます。直角三角形が複数出てくるので、三平方の定理を用いてゴリゴリ計算します。緑色の線分と一番下の線分を比較することで目的の不等式を得ます。さらにこれと似たような図について面積比較をすることでも不等式を得ることができます。三角形の面積を上から評価し、それと台形の面積を比較することで目的の不等式を得ることができます。やろうと思えば、割と何でも幾何的解釈ができます。この有名不等式を示してみます。3つの正方形を考えます。これらをこのように組み替えれば、下側の面積は AB たす BC たす CA よりも大きいことが一目でわかります。これにより不等式が得られます。ガンガンいきましょう。次はレームスの不等式です。図形的に考えるために ABC が三角形の3点を作る場合に限定する必要があります。そのため先に ABC が三角形の3点をなさない場合を潰してしまいます。左辺は必ず正ですが、右辺は3つの項のうちちょうど1つだけ負になるので、結果として不等式が自明に得られます。よって以降は ABC が三角形の3点をなす場合について考えれば十分です。各辺の長さが ABC の三角形を考えます。この時、外接円と内接円の半径はこのように表されます。ここでオイラーの不等式を適用します。これは9点円をイメージしても OK です。するとこのようになり、レームスの不等式が示されました。A たす B たす C イコール ABC という複雑な条件を図形的に処理することができます。A たす B、B たす C、C たす A を辺の長さに持つような三角形を考えます。この時、内接円の半径はこのようになるので、すなわち1になることがわかります。このことにより、示すべき式はこのようになります。ここで、大文字の ABC は角度を表します。あとは、イエンゼンの不等式を使えば終わりです。ということで、今回は以上です。ではまた。